はい、TBR のタケです。前回までの39話でとうとうエンジンが仕上がりました。まだエンジンもかけれないし、ただエンジンルームに収まったというだけなんですけどね。これで主要パワートレイン的にはエンジンが終わり、第24話でデフを LSD に変更して仕上げてあります。残すは信用できないというか、どうなってるか見ておきたいでっかい主要パーツがあります。そうなんです。マニュアルミッションなんです。これも私たちにとっては未知の世界です。いわゆる一か八かっていう作業でしょうか。最悪新しいミッションに交換という情けない結果になるかもしれません。では今回のキリのいい数字の第40話始めますね。はい、こちらが FD3S 5速マニュアルミッションです。まずはカバーやキャップ類、バックアップスイッチなどを外していきましょうかね。その前にミッション使用概要を見てみましょう。このミッションの形式名称は R15M って言うんやね。同期噛合式および常時噛合式、なんのこっちゃ。これも中身を見るとわかるんですかね。とりあえずばらしましょう。クラッチカバーなどが収納されているでっかいお茶碗みたいケースも分離させますよ。はい、ブラインドカバー。多分シフトノブからのロッドをガタがないか点検するための穴じゃないでしょうか。でもどっちにしても車からミッションを下ろさないと点検もできないのにね。ビニールがかぶせてあるのがシフトノブのケースです。外れない。先ほど言ったクラッチカバーなどが収納されているでっかいお茶碗です。まずレリーズベアリングとレリーズフォークを外します。これを外すと分離させるボルトが出てくるはずです。外れない。ちょっとマイナスでこづいて、はい、動きました。外れましたね。これがレリーズフォークです。この丸いのがレリーズベアリングです。出てきましたね。分離させるボルトが今外している4本と周りの1,2,3,4,5,8本ですかね。この8本を外すとこのお茶は分離します。 FD のクラッチはプル式でちょっと変わっています。第34話でクラッチについて分かったことなどいろいろ喋っているので、またよろしくお願いします。サムネはこれ。先を急ぎます。では切り離します。叩きすぎ。外れます。分離。あれ？なんかいきなり小さくなったような。何かブランブランしています。アジャストシムっていうそうです。シム？デファレンシャルの時にシムありましたね。デフの時ほどシムの厚さを計算することはないですね。シフトノブのコントロールケース外して覗いてみます。シール材がアメーバ状態になっています。画面が映り、ミッションのオイルを抜きます。トイパックに入れます。あれなんで出てこない？終了？使用書には 2.5 リッター入ってるって書いてあったのに、嫌な予感。ではバラし作業に戻ります。ミッションの周辺についているスイッチ類を外していきます。これはバックライトスイッチです。バックギアを入れるとテールレンズの白いライト光りますよね。あれです。いい加減なことは言えませんが、このスイッチの内部のこの付近にバックのリバースギアがあると思います。次のスイッチを調べてみるとニュートラルスイッチでした。オートマ AT ならわかりますが、マニュアルにニュートラルスイッチ、なぜかわかりません。ブラインドカバーが邪魔してスパナが入りません。こんな感じです。
しかしマイナスドライバーでカバーが外れました。回せます。さてここでならまだ引き返せます。このボルトを外してしまうと後には戻れません。あのオイルの量を見てしまったら中のギアたちが果たして正常なのかという心配しかありません。ちなみにプロペラシャフトを回してシャーシャーと音が鳴っていたのもデフかミッションのどちらかです。しかしデフはもう完璧にレストアしてあります。残すはこの子だけなんです。私が心配しているのは整備書のイラストと説明を見てもピンとこないことなんです。ちなみにこんなイラストです。いつものように相棒はバラせば仕組みはわかりますよって言いますがね、そうこう言ってる間に分離の時が来そうです。この時は頼むからバラバラバラーっと部品が落ちてこないようにと願っていました。シフトのロッドか何か引っかかっているみたいです。お、やめる？そんなことはありません。角度を変えて外してみます。外します。はい、外れました。ストップ。ここが引っかかってたんじゃない？ここしかないですよね。はい、撤収。さっき引っかかっていたシフトチェンジのロッドを外しておきます。ここのボルトで外れるのかな？あ、これシフトロッドと思いきやこれ違うな。形が違う。これ何？シフトロッドはまだ残っています。外し方がわからん。こっちを向けてここです。このロッドを外したい。ここね。とりあえず逆さまにしてシフトロッドの根元付近のパーツを外してみます。怪しいのはこの部品ですよね。調べてみるとこの部品はセレクトスピンドル。なおさらわからん。このわけのわからんスピンドル外してみるとスプリング付き、反対側もスプリング付きでした。そしてシフトノブの刺さっていた穴部品を左右に動かしてみるとなんと分かってしまった。皆さんはニュートラルを確認するときにシフトノブを左右に振りますよね。あれですよ。振ってもちゃんと真ん中に戻ってきますよね。だからスプリング付きなんですよ。ちなみにほらスプリングがないから戻りませんよね。そして前後にも動きます。1足は前、2足は後ろ、左右、前、後ろ、こんな風に。おまけにこの部品ピンで取り付けてあります。このピンを外せばシフトロッドが外れますね。これで分かったからちょっと置いといてと。次は真ん中のハウジングに行きます。先ほどシフトロッドの話しましたよね。でも本当のシフトロッドは今見えているこの3本なんですよ。こっちが本当のシフトロッドなんです。さっきの後ろ側のハウジングについていたロッドは正式に言うとコントロールロッドと言います。順番的にギアチェンジするときはまず私たちの左手が最初ですよね。右ハンドルだから。左手の次に先ほどのコントロールロッドが動き、最後に今見えているこの3本です。この3本のうちどれを選ぶかによってギアが変わります。今は何を作業しているかというと、このシフトロッドの先っぽのシフトロッドエンドという部品をピンを抜いて外しています。ちょっと汚くなって見えますよね。この部品です。画面を見ていると筒状になって見えますが、こんな形の部品です。F というかこの字型ですかね。この部品があるからこそ初めのコントロールロッドに引っかかるわけですね。今1個エンドが外れましたよね。相棒がこんな変なところに置きました。見えませんが見てください。これです。ちょっと偉そうに言わせてください。一番奥のロッドが1足と2足用、真ん中のロッドが
3足と4足用。エンドをすでに外してある一番手前側が5足とバック用です。この前知ったばかりだけどね。おい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 、なんで叩くんよと思われましたよね。イメージはロータリーエンジンのハウジングの分割とよく似てますよね。これだけ隙間が空いたので抜き取ります。まさかここで分割するとは。これの正式名称はベアリングハウジング。ベアリングを固定するためのハウジングってとこでしょうか。これを抜くために先ほどのシフトロッドエンドを外したわけです。ではミッションの中身が見えるようにこちらに向けます。回れミニ。あのバカでっかいミッションがこんなコンパクトになりました。では先ほどの薄っぺらいベアリングハウジングを横に並べてみます。ほぼこんな角度かな。見えますでしょうか。まず先ほどのシフトロッド3本、これがベアリングハウジングのこの穴に貫通していました。そして大事なベアリング、上のベアリングは大きいですよね。それに比べて下のベアリングは二回りほど小さめです。ハウジングの厚みもちょうどベアリングの厚みとほぼ一緒です。では次に長いメインシャフトについているオレンジ色のプラスチックみたい部品を抜きたいのでスナップリングを外します。テキパキいきます。スナップリングプライヤーは持っていません。外れました。では抜いてみます。これがスピードメーターギア？こう向きね。スピードメーターセンサーの先端の形状を忘れた。ここで忘れてはいけない、なくしてもいけない小さなキーを外します。小さいですね。もう一つスナップリング残ってましたね。ここは省略。お、取れた。スナップリングだけどさっきのスピードメーターギアのスナップリングではないですよ。今度はこのメインシャフトのベアリングを外すためのスナップリングです。この大きいベアリングね、今見えているのがスナップリングとスラストワッシャーです。はあ、これか。今相棒がこれかって言ったのがベアリングに隠れているシーワッシャーのことです。ベアリングの内側にちょっとだけ見えています。ベアリングの内側に隠れています。今外したのがリテーニングリング、あとはシーワッシャーだけです。ちなみにシーワッシャーはこんな形です。この隙間に尖ったものを入れて取り出します。今右側外れましたね。逆も外れました。これでベアリング外せます。出ました。相棒オリジナル自作 SST 工具。これでベアリングもお茶の子さいさいです。早送りします。はい、外れました。やっとたどり着きました。これがメインシャフトリアベアリングです。ギアを外す第一歩です。ベアリングの前側と後ろ側で似たような部品がどんどん出現するので袋にまとめておきます。ベアリングの後ろ側もシーワッシャー、リテーニングリング、前側と一緒の部品です。紛らわしいでしょ。先ほどはメインシャフトのある上側を作業してましたよね。今度は下側に行きます。まず下側のロックナットのカシメを起こします。カシめてあるっていうのはナットをへこませて緩まないようにしてあるということです。すいません、女性の視聴者様も 1% おられるもので、でも間違っても私たちを押してるってことはまずありえませんけどね。ははは。話を戻します。さっきから上とか下って言ってますよね。私も頭の中パニックになるのでちょっとイラスト出しますね。これがマニュアルミッションの断面図です。
はじめに一番左のお茶碗みたいケースを外しましたね。このラインで分割しました。そしてミッションのお尻部分もこのラインで分割しました。先ほどのベアリングハウジング薄かったですよね。ここも外しましたよね。現在はこの2つのベアリングを外しています。上とか下って言ったのは今緑色に変わりましたよね。これが上の段、メインシャフトのギアたちです。そして今黄色に変わった部分がカウンターシャフトのギアたちです。これが下の段です。赤く塗ったベアリングが外れるとこのギアたちが顔を出してくれます。では下の段のベアリングを外します。スナップオンの爪ががっちり掴んでます。借り物。上のベアリングみたいにスナップリングやシーワッシャーもないので、ベアリングとカウンター5速ギアもろとも外します。5速ギア？私もミッション初心者だからちゃんと言いますよ。はい、外れました。カウンターベアリングです。吹くのは後にして早くギアを外して、そのポロンと落ちるのが嫌や。そんなことよりカウンター5速ギア確かめたのね。勝手におさらいいきます。今の作業はカウンターシャフト側のベアリングを外しましたね。下側の赤く塗ってあるとこね。イラストの方もベアリング抜いちゃいます。抜きました。映像でベアリングと一緒に外したのが5速ギア。それも下の段だからカウンター5速ギアって言います。では本当の5速ギアはどこにあるか。今のカウンター5速ギアの真上にあります。意外と小さいですよね。この5速ギアに入れた場合、エンジンの出力がどうデファレンシャルまで動力が伝わるか。いきます。クラッチ離しました。もう一度いきます。下のカウンターシャフトを通り、大きいギアのカウンター5速ギアに到達。そして小さい5速ギアが回り、そしてメインシャフトが回った。今頃デフに届いています。でも反対に1速だったらどうでしょう。カウンター1速はこれ。上が1速ギア。いきます。素早くもう一度。はい、お粗末様でした。見えんて。おい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 って言っておきながら、これがまた分割するんですよ。ということは、お茶碗本体ケースセンターハウジング、ベアリングハウジング、お尻のハウジング、5つに分かれちゃいました。今外したのはセンターハウジングですよ。おーい、そのギアどっから外したんよ。視聴者様の皆さん困惑するやろ。5速ギアはまだついてるから。はあ、もしかしてポロンと落ちてきたな。知らんぷりしてセンターハウジングを抜き取っています。だいぶ中が見えてきました。このでっかいギアがアニメーションで登場したカウンター5速ギアです。その上に見えにくいですが5速ギアがあります。そこのシャフトやん。ここで皆さん思いましたよね。先ほどのいきなり出現したギアがここのシャフトについてたんじゃないって思いましたよね。まず間違いないです。私も同感です。どこについていたかまだ探しています。おじさんだけど可愛い。お次は心配のいらない作業に行きます。というか整備書通りの順番だからです。本当はプラモデルの説明書ぐらいのイラストだとありがたいんですけどね。だって小学生でもプラモデル作れましたもんね。解説に戻ります。スプリングついてるもんね。シフトロッドを押さえてる、固定しているってことかな。大人として理屈を知りたいんですよね。整備書にそこまで明記してあると嬉しいのですが。
けつまずいた。ではシフトロッドのピンを外していきます。一番手前側のロッドは5速とバック用のロッドです。 RX7 の場合5速は右側奥にシフトしますよね。その逆だから逆の左側になります。覚えたぞ。はい、ピンが抜けました。映像切り替わりましたが、まだ5速&バック用のシフトロッドは外れていません。厄介です。ミッション本体を裏にしてアンダーカバーを外せと松田様がおっしゃっておられます。アンダーカバー外すとネバネバです。オイルが少なくても見たところギアたちは元気そうです。中身の映像取り忘れました。すいません。この中身から例の5速ロッドからリテーニングスプリングというものを外せという指示です。形は C 型のワッシャーみたいもんです。すぐ外れそうです。リテーニングを外し終わったら、1、トランスミッションを4速に入れておく。2、この窓からスプリングピンを3速4速用のロッドから外すと書いてあります。なるほど。まず1番は3速4速用のシフトロッドは真ん中のロッドだから、4速を入れるときは手前にシフトだからその逆になりますね。シャフトを奥に押せっていうことやね。そして2番はこの窓から今の3速4速のシャフトのピンを叩いて押し出せとさっきもやりましたね。お、これ4速ね。はい、了解よ。これは1速2速のシフトロッドです。あ、取れた。今なんか力ずくじゃない？今外したところが5速&バックのシャフトを固定しているスプリングですかね。多分。なんか組み立ての時パズルとか知恵の輪状態になりそうな予感です。嫌な予感っていうことです。あ、取れた。今の爪引っかかってたところ特に難しそう。まだ出てくるの？やっぱり出てきたわ。これで残すところはギア関係だけになりました。はじめはミッションばらし作業で1話、組み立て作業で1話って考えてました。しかしミッションを知るほど2話では足りないと気づきました。エンジンより難しい。この動画の冒頭で言っていた同期噛み合い式と常時噛み合い式の意味をお伝えできればなと思っています。では5速ギア、バックギアから次回はスタートいたします。では今回もありがとうございました。ありがとう。